なんだよお前。最初はモデルでパリのベネトンのワールドキャンペーンっていうので、そのイタリア人のオリベロ・トスカーニっていうカメラマンがアートディレクターがいるんですけど、で彼が私のなんかこうスナップみたいな、まだ学生だったんですよね。その写真をなんか見て、それで急にこうベネトンの撮影がパリであるから行ってくれみたいな感じで、全然こう素人の状態で、そっからですかね。それがきっかけで、モデルのお仕事をやるようになりまして、で34年ぐらいですかね、モデルをちょっと忙しくずっとやってまして、でそこでちょっと、お休みいただいて、忙しい時間が長かったので、ちょっと自分で創作物をしたりとかっていう時間を作っていた時に、その映画の話をいただきまして、それで女優のお仕事をそこからこう始めるようになりました。結構最近はいろんなジャンルのをチャレンジしてみるようにはしてるんですけど、前は本当に日本映画しか見なかったんですよね。父が昔うちの父がそのビデオがまだベータとかがある時代に、ベータと VHS でビデオのレンタルのお店をその県で一番最初に始めた映画好きな父だったんですね。でなんかそういう本屋さんと、そういうビデオさんとかもいろいろ店舗を持っていて、だからなのでいつもこう映画の、ビデオとかがある環境で結構育ったんですよ。なので昔の古い日本映画とかも黒沢さんのものだったりだとか、そういうのも父からこれ面白いから見てみたらいいって言って勧められてみたりとか、なので自然とこう日本語の世界、山田洋次監督のものだとかもちっちゃい時によく見たり、伊丹十三さんの作品もちっちゃい時に父に教えてもらって、これ面白いからって言ってタンポポを見たりとか、そんなとこから始まっていて、なので日本の映画監督ですね、大体見るのは黒沢清さんとか大好きですし、北野武さんも大好きですし、あの、日本人の監督のものをいつも見てますね。私はもちろん三池さんの、オーディションのその前の作品で「ブルースハープ」っていう作品があるんですけど、でそれとかを見ていて、いやもうこの監督のは面白いって、だからすごいきっとなんかもっとこう大きな監督になっていかれるだろうなと思って、すごく会ってみたかった監督だったんですね。その三池さんにお会いできるっていうお話が来た時はすごく驚きまして、多分オーディション形式に近いような形ですよね。多分まだその役柄は決まっていなくて、浅見に関しては決まっていなくて、それで監督と初めてお会いしたのが、そのオーディションの話の時で、多分入って初対面だったんですけど、もう1時間半とか2時間ぐらいずっと話し込んでしまって、でなんかこう男と女っていうその愛のこう歪みとか、あとその立場的なものをどう思うかっていうこととかをすごくこう映画に関してっていうよりは、私自身それに関してどう思うかっていうようないろんな質問をされて、私はこういうふうに思いますみたいなことを延々とこう話していて、この映画をやるとかやらないとかじゃなくて、すごくこういい時間だったんですね、そのお会いできた時が。でその時間が終わって、もうスタッフの方が「もう三池さん時間がないですから、もうここで切り上げてください」とか言って、話が盛り上がってる時にもう無理やり終わった形だったんです。で次に連絡いただいた時にはもうこの役をやってほしいっていうようなお話をいただけて、っていう、本当に正直にびっくりして、なんかこう自分に決めてもらおうと思ってその場所に行ったというよりは、三池さんとお話がしたくて行ったっていう感じだったので、すごく驚きましたね。その一番最初に三池さんに会ってお話しした時に、私の役割みたいなものをすごくそこでこう理解できたような気がしたんですね。で三池さんの考えているこの映画の浅見という女性の役割だったり、それを私にじゃあ、やってほしいって監督が思ったということは、私がそこで感じたこととかお話ししたことに通じた、その延長線上にある形を望まれてるんだろうっていうふうに私は思いました。やっぱりじゃあその浅見っていう女性
が自分にとってすごくしっくりと馴染むような感覚でやっぱり演じる。だから怖いことをやっているとか、この人をいじめてやろうと思って追い詰めてるわけじゃなくって、あくまでもあれは彼女の愛の表現だったり、心の欠けた部分を埋めるための行動だったりとかするっていう。多分青山さんはきっと浅見にとっては、浅見に対してすごく誠実だったと私は思うんですね。でそれに気づけないというか、やっぱり自分以外のものや自分に関する以外のものの世界を持ち、他のものを愛するっていうことが受け入れることができない、彼女の悲しさというか、自分だけを見ててほしいっていう、そうでないと自分を本当に愛してるとは、思えないっていう、やっぱり心の欠けた部分があるというか、そういう女性なんではないかなと。だからホラー映画に出るっていう感覚っていうのは全くなくて、でこの映画としてオーディションっていうストーリーの中で浅見を自分がどう演じるのか、違和感なく演じられるのか、例えばそれが見てる人にとって怖く映ったり、ちょっとヒヤッとして恐ろしいなと思うにしても、自分自身はそう思わずにそこに立つことが一番大事なんではないかなと感じて現場に入りました。最初はとても緊張してしまいまして、でも初日に入った時に亮さんと一緒で、なんか出身も一緒で福岡で、なんか昔こういう感じで東京に出てきたんだって言って、昔の自分のストーリーとかをいろいろお亮さんの方から話してくださって、なんか打ち解けることができたりで、あと本読みとかもまだ現場に入る前というか、準備中とかも一緒に本読みに付き合ってくださったり、特に2人でセリフを言い合うというか、2人のシーンがほとんど多かったので、やっぱり特にあんま切らずに長回しをして撮ることが多かったんですね。特にレストランのシーンだったりだとか、もうずっとセリフをお互い言いっぱなしで、もう最後までとか。なので結構セリフの読み合わせとかは亮さんが控室に私がいると、じゃあやろうかって言って一緒にやってくださったりとかで、やっぱり石橋蓮司さんにしても本当に映画で自分が見させていただいて勉強させてもらってる俳優さんたちに囲まれてお芝居できたことはすごく幸せな経験だったと思いますね。でもなかなか私のやる役というか映画の現場は同世代の女の子とあんまり一緒になることがなくって、私はいつも結構おじさま方に囲まれてお芝居することが多いんですけど、オーディションの時なんかはもう特にそうでしたね。そんなには皆さんそうおっしゃられるんですけど、なかったですね。やっぱり現場のその時に一番いいであろう形を浅見っていう立場からどう探っていくか、どう近づいていくかっていうような観点から見ていることが多いので、なのでそんなに驚きとかもなかったですし、なんか足を切った後にその足を窓ガラスにぶつけてくれって言って、それをすごく早くやってくれって監督に言われて、ものすごく一生懸命早くやってるんだけど、もっとここに対するこの三池さんのこだわりはどういうことなんだろうっていうふうに思ってたけど、一生懸命早くやっていて、で出来上がったものを見たらやっぱり遠くの引きの絵で撮ってたんですよね。で引きの絵で撮ってて、窓ガラス越しに浅見がそこにいるっていう雰囲気が見える中で、ドーンっていう音だけして、血のついた足が窓ガラスにぶつかってるっていうその怖さみたいなものって、スピーディーだから怖いとかっていうのってやっぱり映像になって気づいた部分もありますし、なんとなく勘でというか思っていたので、あまりそこに対して自分のこういうのはできないとかっていうこだわりは全くない状態で入れたので、そんな感じでした。現場で大杉玲さんの袋のシーンは本当に廃墟のようなロケだったんですけど、普通のアパートの一室で撮ってるんですね。で本当に加工とかもせずにもともとああいうお部屋みたいなところよく見つけたなっていうようなところで、
すごいなこんなとこ見つけてきてって感心させられるようなロケ現場は結構ありましたね。なんか普通にありそうなところで撮ってるところにこうリアリティを感じるところもありますね。なんかレストランも普通に営業してるレストランだったり、あまりこう作り込むというよりは、ロケ場所も街を歩いてるところも普通に表参道の交差点にすごい毛皮みたいな赤とブルーに合わせたすごくあまりやらないような組み合わせで浅見がすごい歩いてるとか、なんかすごい普通のにありそうな日常の中にああいう物語があるんだっていうところがリアリティを感じたり怖さを感じたりするところだと思うんですけど、多分それは監督が計算されてそういう場所を選んでらっしゃるのかなと思いました。でなんか結構こうキリキリキリって言うとみんな喜んでくれるというか定番になってますけど、でも最初はね台本にはないんです。でどんな風に針を刺しましょうかとかって三池さんと話してた時に、なんか私の声がああいうこういう感じの声でウィスパーボイスっぽいのでちょっと浅見に関してはやってたので、なのでなんていうのかな、それをウィスパーボイスでキリキリって言ったら怖いですよねっていうような話からその場でやることになったりとか、そういうその流れの中でこうだったら怖いんじゃないかとか、こうだったらハマるんじゃないかとか、まばたきをあんまりしないようにしようとか、なんかこうどちらかというとこうある意味ちょっと滑稽で、怖いんだけどちょっと滑稽に見えるたり、そのキュートに見えたりとかする方がなんか浅見らしいというか、その注射器を持ってこうあなたはもう動けませんとかっていうのも、あなたはもう動けないわっていうんじゃなくて、あなたはもう動けないって普通に声で言っちゃう方が面白いのかなとか、多分現場の雰囲気で三池さんにこう導いてもらったりして出来上がっていったところもすごくありますし、なんかそういう意味ではライブ感があって、その時の雰囲気とかでだいぶ変わっていったところあると思います。タイミングが重なったというか、その三池さんの選んだ作品とそのキャスティングと、いろんなものがいい形になったからあれが受け入れられたっていうところもあるでしょうし、やっぱりそういう日本だとコアだと好きな人しか見ないよねって言われるような映画がこう向こうだと本当に多くの人数が見ているっていう、そこの違いというか、だから日本もそういうふうにいろんなものを選択できる環境に映画っていうものがなっていてほしいなっていうのは常に思いますし、そうするとこういろんな監督のチャンスだったり俳優さんもこう、映画を作るチャンスっていうのがね出て提供していくチャンスが生まれていくんですけど、なかなかこうそれが、うまくいかないところもありますんで、でも欧米だとそれがスムースに、興行として成立できるっていうのが大きいんではないでしょうか。作品はいろんな映画祭行ってるんですけど、実際そのオーディションの映画で海外の映画祭に行ったことはないんですよ。ちょっとスケジュールが合わなかったりだとか、ちょっとタイミングが合わなかったりして、ですけど次の今の作東京ザゴアポリスの時にモントレオールに行ったり、プチョ映画祭に行ったりとか、世界各国のファンの方たちとこうお会いする機会がたくさんあった時に、あれはもうずいぶん前の作品なんですけど、やっぱりもういまだに本当いろんな国で公開されてて、いろんなファンがいらっしゃって、で普通にこう喫茶店というかカフェでお茶を飲んでいると、カフェのウェイターのお兄ちゃんが「お前はオーディションのいいじゃないか」みたいな感じで「キリキリキリだら僕見たよ」みたいな、そういうこう日本ではあまりない反応があるんですね。で本当に映画を娯楽として捉えているというか、やっぱりでもそれで喜ばれてなんぼだというか、やっぱりそうあらなきゃいけないなっていうのをすごくね忘れてたような気がしたんですね。なのでやっぱり純粋芸術をやってるっていう気持ちっていうのも大事だけど、やっぱり映画は娯楽なので、やっぱり日本であれ海外であれ、その道行く人たちが面白かったよって、あれは怖かったねとか、あれは良かったねって言ってもらえるようにやっぱりなっていかなきゃいけないなってすごく考えさせられましたし、そうですね、オーディションがやっぱきっかけを海外への
パイプになってくれたというか、印象づける材料になってくれたんだなっていうのはすごく感謝してますし、実感もしています。もともとそのアメリカがもともと配給というかの映画でしたので、日本で公開できるとかはあんまり最初は思っていなかったんですけど、今は日本でものすごく DVD が売れてたり映画館に人が満員だったりとかして、結果的に日本でも受け入れられたっていうのはありがたいことだと思います。でもそうですね、そのゴアポリスの彼女の役も強烈な印象だったっていうのは、でも自分がその演じる時にはこの役が強烈な印象の役だからって思うんじゃなくて、結果的にそうなってくれてるっていうところだと思うんですよね。作っている時は一生懸命その役柄のことに対して毎日日々精進して、いいシーン、いいカットに向けてみんながこう力を集結させていくっていう、でその結果がゴアポリスに関してだったら、彼女のキャラクターがそこに立って見えたっていうことであれば、それは私としてはすごく光栄なことだしっていうふうに思ってますね。だから割とそこはこれをすごく強烈な印象のキャラクターだからどうのこうのっていうふうに考えてやっているというよりは、すごくその辺は結構クールな気持ちで、結果がどうなったのかっていうところかもしれませんね。でもやっぱりその残酷なタイトルにも入っている通り、本当もっとより残酷になっているところもあるので、きっとでも私がそれこそ浅見をやった時のように求められているのは、あの流れの中に延長線上にこれがあるから、そのチェーンソーを持ってこう立って出てくるところなんかは多分立った時にどうなるかっていうのは大体自分でこう想像したら分かるんですよね。だからきっとあまり顔を崩さずにスッと立ってそこに人を切っていた方がいいんではないだろうかとか、すごく私みたいな感じの人がパッて画面に立った時に、なんていうのかな、大体こんな風に普通にはあんまり見えないっていうのは自分で、それが長所でもありその難しいところでもあるんだっていうのは客観的にすごく分かってるんですね。だからこういう感じの役をやらせたらきっとシュールに映るとか、例えばだったらこの髪の毛は長い方がいいんじゃないかなとか、その方が海外の人もその日本人の女性のスタイルとしてスッて立った時にすごく記号として分かりやすい。でああいう日本的な衣装を着て刀をさばくんだったら、じゃあ赤い口紅してみようとか、かんざしを立ててみようとか、そこにキャラクターに求められる夢というか、夢っていうと大げさですけど、こうだったらすごく分かりやすいキャラクターになるとか、こうだったらいいんじゃないかみたいなものを客観的に見て近づけていくみたいな行為は結構自然にやりたくなる方なので、その辺はすごくクールというか客観的に見て、やっていくみたいなところはありますよね。西村さんの現場には必ずなぜかいるみたいな感じなんですけど、どんな風につながるのか私もまだ全然見てないので、不安もあり楽しみでもあるんですけど、きっと西村さんのことだからきっと面白くつないでくれてるだろうって楽しみにしています。でももうこんな血ばっかり浴びて血がない現場に入ると逆に不自然に感じる自分がいて、まずいなって最近は思いますけどね。嬉しいですね、やっぱり単純に。だけど本当にエイヒはそういう人なんじゃないかと思ってたって会うと、いやそんなことないですけどっていうような、本当にああいう人なんじゃないかと思ってたみたいなことをよく言われますね。でもそれはすごく役者冥利に尽きると思うんですね。なんでイメージがというよりは、その役が本当にこの人はこういう人なんじゃないかって思ってくれたのならそれは成功だろうし、いつもそうでありたいなと思います。でそうですね。でも本当どこに行っても浅見の印象がやっぱり強いから、じゃあそれを今度また別の方向に打ち破っていくのも面白いだろうし、またもっとあれを極めたような役をやる、続きのようなことをやってみたいという気持ちもありますし、すごく役を印象として強く残ってもらえたっていうのがすごく幸せなことだなと感じてます。